腕が腫れて痛いし、ほんま自由が失われるわ。こんなワクチン注射後の悩みと自由を失っているセルフケア教室を学習している生徒の皆さん、速攻でこの腫れと痛みの刺激を解消して安定的な生活に戻りたくないですか？それを解消しようとシステムのように教えられたまま、腕が腫れて痛いからってこのように腫れて痛いところを刺激したり、無理やりこのように動かそうとしたりです。これほんま飽きません。そして刺激しているところが違います。どすこい戦わない格闘家整体師のノブです。戦わんでええから腫れと痛みと戦えよと思ってる皆さん、実は相撲をやって肩もよく腫れて痛めたりして引退しました。今回は私の考える肩甲骨から肩を支える専門的な筋肉の構造を利用し、ワクチン注射後の腕の腫れと痛みを解消するセルフケアの学習になります。私も肩の手術をして腫れて痛かったので、気持ちは痛いほどわかります。ノブ流セルフケア教室では理論的な動きで速攻できるセルフケアになりますので、ぜひ最後まで注目して一緒に解決していきましょう。これ立っても座ってもできるのでめちゃめちゃ簡単です。このチャンネルでは私が長年研究してきた理論やロジックをシステム化し、自己成長やセルフケア、生態テクニックや技術を余すことなく皆さんに貢献できるようなコミュニティにしていきます。ワクチン注射後の特徴としては、打ったところの腕を触ると熱っぽい、そして腕の痛みや肩が上がらないという自己制御が働く特徴があります。ですが、休みたいけど義務のように仕事や家事、日常生活で行動しないといけないですよね。ここでこのコミュニティの皆さんにお伝えさせてください。腕が腫れて痛いからって専門的にやってほしくない行為があります。このように腫れて痛いところを刺激したり、無理やりこのように動かそうとしたりです。これほんま飽きません。そして刺激しているところが違います。ここでコロナワクチン注射後の腕の腫れと痛みの原因をお伝えさせていただきたいと思います。ワクチン注射、専門的には筋肉注射では肩の三角筋という部分に打つことがよくあります。そこに注射を打つので炎症が起きたり、腕が腫れ、痛みが出たりします。そして三角筋という筋肉は肩を上げる筋肉でもあるので、肩が上がりにくくなったりします。ここで格闘家整体師ノブ流の考える腕の腫れと痛みを解消する論理としては、今回は肩甲骨から肩を支える2つの専門的な筋肉を刺激するセルフケアをし、腕の腫れや痛みを解消していきます。1つ目の筋肉、肩甲骨の裏から肩と腕につく肩のインナーマッスル、肩甲下筋という筋肉。2つ目は肩甲骨から肘につく筋肉、上腕三頭筋長頭という筋肉。ここに対してセルフケアをし、肩甲骨から肩の動きを安定させます。それにより三角筋の炎症や緊張が収まり、肩を上げる役割もカバーできます。結果、三角筋の炎症、そして肩甲骨から肩を支える構造の筋肉も刺激でき、腕全体の動きや柔軟性もカバーできるので、腫れや痛み、動きまで解消してくれるんですね。これが腫れて痛いところを刺激したり、無理やり動かすのは飽きません。それでは早速セルフケアを実践していきましょう。このセルフケア、立っても座ってやっても大丈夫です。今回は右の場合でお伝えしていきます。画面越しでは左に見えるかもしれません。では1つ目、肩甲下筋です。まず手の甲をこのように自分の方に向けます。次に手のひらの方向に手首をこのように曲げていただきます。そしてここの腕のところを骨盤のところにこのように当てていただきます。そのままの状態でぐーっと骨盤のところを押してください。そうすると肩の前、脇の中のところに力が入ってきますので、その状態で10秒間、10秒かける3回です。では行きます。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。横から見るとこんな感じです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラスト頑張って一緒にやっていきましょう。ぐっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。
この時に注意ポイントとしては、腕をここに当てた時に結構背中が丸くなっている方がいるので、胸を張ります。そして肩が結構このように浮いている方がいるので、肩は浮かさないように下げたままにします。この2つのポイントを注意しながらグッと押し当てていきます。そうすると脇の前と肩の中の方により力が入ってくると思いますので、その状態でもう10秒間やっていきましょう。グッと 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 です。こうすると肩が前の方に少し上げやすくなってきます。2つ目、上腕三頭筋長頭です。今度は手のひらを前に向けます。そして前からこのように外の方に手のひらを向けていきます。そのままの状態で手の甲に手首をこの方に曲げます。そのままの状態で肘をぐーっと伸ばしていきます。そうすると二の腕のあたりに力が入りますので、その状態で10秒間。10秒かける3回です。では、やっていきます。ぐーっと伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。横から見ると、こういう形です。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。ラストいきましょう。ぐーっと。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。この上腕三頭筋長頭の注意ポイントがあります。まず手のひらをこのように前から外に向けて手首をこのように返します。その時に手の位置は真横よりか少し前に出します。これが1つ目のポイントです。2つ目のポイントはこの状態のまま結構背中丸くなっているので、やはりここも胸を少し張ってください。その状態で肘をぐっと伸ばしていきます。そうすると二の腕のところに力が入りますので、あともう10秒間やっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。こうすると今度は肩が横から上げやすくなってきます。最初の上げるところよりか上げやすくなってるってことは、繰り返してやるともっと良くなっていきます。そうすると炎症も収まって腫れも引いてきます。正確にはこれだけ。たった1分です。めちゃめちゃ簡単じゃないですか。私は肩の手術もしたことありますので、五十肩や肩の痛みが出る時にもおすすめですので、毎回これでリセットしています。この毎日たった1分の行動力。これが自分らしい生活を取り戻す秘訣ですからね。ここまで注目して見てくれた生徒みんなの高評価、チャンネル登録、応援コメントが私の最大の原動力になります。痛みや悩みに関する質問ややってみた感想など、ぜひコメントしてくださいね。最後に私の思う専門的なセルフケアをすると柔軟性の能力も上がりますので、後におすすめなストレッチを一緒にやってお別れしていきましょう。セルフケアすると少し肩が動きやすくなってきますので、少しこのように手を前にします。そして手のひらを上に向けます。そしてこのまま壁を探していただいて手のひらをこのようにつけます。そして少しずつでいいので、こういう形でちょっとずつ上げていってください。そうするとここら辺腕の前の方の部分が伸びてきますので、少しずつ上げてきてください。もしここまで上がらないっていう方でしたら、反対の手でこういう形で伸ばしていただいても構わないです。そして伸ばすときはこう伸ばして、今度はこちら親指側も同じようにこうやってグーで伸ばしてください。そうするとちょっと伸び方が変わってきますので、腕自体の循環も良くなりますので、腕の腫れや痛みの解消にも関与しますので、合わせてやってみてちょうだい。それではまた次回お会いしましょう。